皆さんこんにちは、藤本穂まりです。先日行われた全国社会人クラブバドミントン選手権大会の個人戦で、一般ダブルスと45歳以上シングルスで優勝することができました。現地だけでなく、SNS から応援いただきまして本当にありがとうございました。今回はね、一般ダブルスの決勝の動画の解説をしていこうと思うんですけど、前回30シングルスと30ダブルスに出場して、両方優勝できたということで、今回はねダブルスは一般に挑戦してみようということでね、私とペアの福井のおさんずペアで挑戦ということで一般の方に出たんですが、まさかね優勝することができると思ってなかったので、非常にびっくりしてます。その決勝動画をねこれから紹介していきたいと思うんですが、まず事前情報としてなんですが、決勝の相手は石川県の氷遊クラブというところの選手たちで、それまでの試合見てたんですけども、とにかくねパワーがすごいんですよ。だからパワー勝負したらまず勝てないので、じゃあそれをねシニア勢がどういうふうにして戦って勝つことができたかっていうところをね、少しでも解説できればいいなと思います。あと決勝まではですね、初日に4試合ありまして、10ゲームファイナルが2回あったので10ゲームしているので、シニアとしてはね初日に試合があってその2日後に決勝があるとなるとかなりきついんですけど、その中でもね、頑張って、試合をしてきたということと、あと福井選手が試合前にすでに右足の太ももですね、ハムストリングのところを軽くミートグッバイしてるので、あんまりね動けないんですね。でその中で福井さんは自分ができることを、しっかりやっていこうということで、もう本当にひどくなったら速攻棄権するからっていう話はしてたんですけど、最後までどうにか試合することができました。それではね試合の方見ていただきたいと思います。解説決してうまいわけじゃないんですけど、よかったら参考にしてください。ではどうぞ。はい、それでは解説を始めていきたいと思います。まず福井さんのサーブから、スタートしていきます。福井さんのサーブがねめちゃめちゃうまいんですよ。相手がねなかなか沈める球を打ちにくいので、だいたい浮いてくることが多くて、それを私がね潜り込んで、スタートから攻めることができるので、やっぱ福井さんのサーブで基本的には点数を取っていくような流れが非常に多いです。はい、相手のね、やっぱパワーがね結構強いので、やっぱドライブ戦とか、相手がどんどん前に出てきてプッシュするような展開になると、だいぶ不利になってしまうので、できるだけ自分たちが攻撃できる形を作れるように、ね、大きい展開にするかしっかり沈めて自分たちが攻める形を作っていきたいと思ってました。はい、今ねドライブ打てるシーンでもあえてドライブを打たないで、しっかりね上げさせる形を作ってます。はい、今ドロップで決まりました。攻撃する時にですね、同じ単調なリズムで同じスピードになっていかないように、ただ全力で打つんじゃなくてちょっと変化を出しながら、コースもねスピードも変化を出しながら攻撃してます。で私のサーブなんですが、とてつもなくねうまくないんですよ。はい、なので、とりあえずロングで逃げてしまうことが多いんですけど、やっぱり相手にしっかり体入れられて攻められてしまうと不利になってしまうことが多いんで、この私のサーブでどれだけ点数が取れるかっていうのがちょっと今の課題になってます。はい、沈めて、これも相手のスマッシュが決まりました。結構やっぱりいい体勢で打たれると、なかなかねレシーブすることができないので、できるだけ自分たちが早く落として上げさせる形を、作ろうと意識してやってます。はい、今のも前に落とそうとしたんですけど、ちょっとね、だいぶ下からになってしまってるんで、難しい力の、ショットになってしまったんで、ちょっとミスになってしまいました。
はい、福井さんも私も比較的ね、サーブレシーブのプッシュ早いので、そこでアドバンテージが取れるっていうのはちょっと大きいですね。はい、福井さんのサーブでここから点数取りたいところです。はい、いや今ね相手がこう福井さんいいサーブだったんですけど、相手のね返球も良かったので福井さんそれを前にプッシュしたかったんですけど、相手のちょっと返球が良すぎて、ミスになってしまいました。やっぱりねこう打たれると一発でねやられちゃうんですよね。もう年齢差だいぶあるんで相手のパワーをねこうしのげるちょっと今展開がなかなか作れてないです。はい、落として、これも苦しい体勢から返しました。落として上げさせる、攻撃する。はい、今もちょっと変化を出そうと思ったんですけどミスをしてしまいました。はい、結構ねスマッシュ打つコースもね意識して工夫してるんですね。相手の正面じゃなくて、相手の右側とか左側に、打つようにしてます。はい、今のはですねちょっとカス当たりだったんですね。やっぱりそんなに練習できてないので、しっかり打てる時とカス当たりになる時があるので、相手もねタイミング外されてちょっと今返せなかったと思うんですけど、はい、私のサーブで一発でやられてしまいました。これはもういつも練習してるんですけどなかなかうまくならないです。はい、ロングサーブ、これはラッキーでしたね。これはラッキーでアウトだったので、どうにかしのいだんですが今5-9で、負けています。はい、福井さんのサーブです。ラッキーですね。今のは自分が前に来るなと思ってちょっと最後ね押したので相手がちょっとタイミングずれて、ミスになってくれました。ラッキーです。はい、サーブ全然浮かないですね。これも相手が焦って、アウトしてくれたのでラッキーでしたね。やっぱり福井さんのサーブがねしっかり沈んでると相手がなかなかこうリズムを作れなくてどうしても、焦って攻撃してきてくるのかなっていう感じがしてます。はい、これいいとこ打ったんですが、ちょっとバックアウトしてしまいました。おっとこれは相手がね後ろに来るかなと思ったところをうまくね福井さんが前に、落としたので、相手がねちょっと、逆を突かれたような形で決まりました。はい、じゃあ私のサーブです。これがどうなるか。ロング、いやーやっぱり読まれると一発でやられちゃいますね。これで11になりました。いやこの状況では今ねちょっと相手にまだ押されているという状況なので、お互い体力的にそこまできついわけじゃないと思うんですけど、これ朝一なんでね朝一で全力で動けるような状態を作るというのはなかなか大変なので、結構ね準備では、頑張ってアップしたつもりです。はい、それはお互いだと思うんですけど、なかなか9時からね全力で動ける状態にするっていうのは結構きついです。はい、相手のサーブが続きます。サーブレシーバー比較的こっちはしっかり早めにつくことができます。これも相手の逆をついたんですけどちょっとサイドを割ってしまいました。やっぱり、いいとこ狙おうってね意識しすぎがあって、ちょっとサイドね狙いすぎましたね。ロング返した落とす、はい、しっかり上げるか前に落とすかです。しっかり落とす。いやでこれが私がね余計なことしちゃったんですけど、相手がねもしかしたらドロップつかなと思って前出たら全然ドロップじゃなかったですね。はい、ちょっとこれは反省です。相手が今13-8です。
はい、落とす。はい、これラッキーでした。相手がねちょっと、ラウンドのちょっと微妙な高さのところでミスをしてくれたということですね。ラッキーでした。でここから福井のサーブが入るんですけど、こっからちょっと我々のね、連続得点いくんでよく見ててください。まず福井のサーブです。はい、まあ相手のロングサーブをですね、福井のロングサーブがですね、相手の逆をついて、でそこから展開を攻撃する展開を作ったんですけど、そこで点数が取れました。はい、これも相手が今焦って、プッシュしに来たところを見せてくれたので、ラッキーでしたね。はい、今11-13で追い上げてます。はい、ロングサーブ。はい、これがね効くんですね。相手がちょっとタイミングを外されてロング打たれて、さっきは一生懸命返したんですけど、今回は決まりました。ラッキーです。これで12-13です。はい、今福井さんのサーブがですね、いつもならこう相手の四隅にこう最短距離で打つところをですね、少し内側じゃないですね、少し外側ですね、外側に打って、このコース非常にね打ちづらいんですね。不意に来ると打ちづらいコースになるので、そこを狙ってます。はい、これもそうですね。いつも最短距離のところなんですけど、少し外側を狙って、最短距離で来るかなと思って相手が構えると、ちょっと内側に入ってくる、内側じゃないや、外側に入ってくるので、はい、非常に打ちにくいコースになってます。はい、ロングサーブ。これもね、さっき相手がミスをした流れと同じ流れですね。やっぱり一回ねミスをしてしまうとね、やっぱ同じ球が来た時にミスって結構出やすくなるので、今のもラッキーでしたね。はい、相手がねちょっと自分たちのリズムが作れないので、何でもない球なんですけど結構決まってくれてるので、すごい今いい流れで試合が進んでます。はい、今のも私のねショットちょっとカス当たりなんですね。だから相手がこう思ってたよりの速さよりもちょっと遅い球で来たので、タイミングちょっとずれてミスってくれましたね。これもラッキーです。カス当たりになるかどうかは自分でもわからないので、今のは本当にラッキーです。はい、これも相手がねミスってくれたんですけど、これも私のカス当たりです。ちゃんと体が入ってなくてミートしてないので、相手がね速い球が来ると思ったらちょっと遅かったんでね、ちょっとタイミングずれましたね。ラッキーです。はい、福井のサーブ続きます。13-9から一気に18-13まで行きました。はい、ここでね連続得点が、終わっちゃうんですけど、私がね、潜り込んで、攻めたかったんですが、ちょっとミスをしてしまいました。はい、ここで相手のサーブミスです。これもラッキーでしたね。やっぱり相手がねちょっと焦ってるところで、こっちがサーブレシーブ結構早いので、しっかり沈めていきたいと、ちょっと焦るとミスになってくれるのでラッキーでしたね。レシーブ、これナイスレシーブ。これ福井さんがね足痛いところ前頑張って取ってくれたら、
これも微妙な高さでね、相手がミスをしてくれたんですね。ちょっとラッキー続きで20まで行きました。はい、私のサーブどうなるか。ロングラッキーでした。はい、これも最後相手が慌ててちょっと攻撃急いだらアウトになってくれたということで1ゲーム目取ることができました。やはりね、こうパワーがあって強い相手でも少しこう自分たちのリズムが作れなかったり、精神的にちょっと焦ってくるとやはりミスとかね、出てくるので、その辺りをうまくつけた試合だったんじゃないかなというふうに思ってます。福井さんのサーブがものすごく冴えているので、その中で、点数が取れていけたかなと。課題は私のサーブなんですけど、ちょっと、2ゲーム目しっかり入れられるように頑張っていきたいとこなんですが、自分でもどこ行くかねちょっと分かんないのでとりあえず、見守っていてください。はい、じゃあ福井さんのサーブからいきます。ロングサーブ、はい、相手落としてきた。前に落とす、前に落とす。でこれもね一旦前に落として大きく上げさせたかったんですけど、ちょっとね自分のミスで、ダメでしたね。はい、序盤ということでね、まずはしっかりラリーしていきたいと思います。攻める、上げた。はい、相手がね、やっぱボディの正面に、打ってるので、やっぱボディの正面に打つと自分もそこはできるだけ打たないように気をつけてるんですけど、そこに打ってしまうと好きなところにねこう返されてしまうということで、今レシーブのカウンターが決まりました。はい、で私のサーブなんですけど、ちゃんと入るかどうかっていうところが見ものです。はい、ロングサーブ返す。で相手ちょっと今焦ってたのかミスをしてくれました。やはりね相手こうパワーで押して今、スマッシュとか効いてる状態なので、どうしてもね強い球で決めてくるっていう流れになってるんじゃないかなと思うんで、今ちょっと力んでミスをしてくれましたね。はい、これ福井さんがちょっと前に落とすタイミングを間違えたということで、ちょっと甘くなったのを相手がプッシュしてきたということで、ちょっとしたミスですね。で今度相手のサーブです。はい、落とす、しっかり打つ、打つ、打つ。これはラッキーでした。相手が結構焦って今前に落とすんじゃなくて結構上げてきてくれるので、こっちとしてはね一発で決まるようなスマッシュじゃないので相手はレシーブできるんですけど、やっぱりスマッシュずっと打ち続けてる方が、精神的にもねやっぱり攻撃をずっとしてる方が楽なので、リズムも作りやすいです。はい、じゃあ福井さんのサーブです。はい、でこれは私がね体が入らず打ったのが甘くなっちゃったところをカウンター受けました。はい、福井さんもねちょっともうちょっと沈めろという話をしてきたんですけど、私も年なんでちょっとなかなか沈められず、甘くなっちゃいました。これもはい、今のも、スマッシュで決めたんですが、コースねやはり結構大事だと思ってるので相手の脇下あたりを今狙っていきました。これが正面に打ってしまうと綺麗に返されちゃうので、しっかり脇下狙って打ってます。はい、はい、相手がねドライブで攻めてくるのを予測して、ラウンドのレシーブで待ってカウンター打つことができました。これちょっとねロングばっかり打ってるんで相手に読まれてますね。だから打った瞬間にも相手が後ろに飛びついて、強烈な一発でやられてしまいました。ちょっとねショートサーブが打てないのが今ダメですね。はい、これも攻める。
はい、これも福井さん前に落としたかったんですけど、ちょっとタイミングずれて、うまく落とせませんでした。これもね、やっぱ脚力弱いのか、ちょっとね体が入りきんないで無理やり打つと、ああやって、中途半端に球になってカウンター受けちゃうという流れになってますね。はい。いや、これね2人でアウトだと思ったんですけど、選審がね、しっかり見ていいんだという判断でした。まあしょうがないんで、もうすぐ気持ち切り替えていきます。相手のサーブが続きます。はい、しっかり上げて返す。でもレシーブがちょっとアウトしてしまいました。ちょっとね今嫌な流れが続いているので、これをねうまく断ち切りたいんですけど、落とす、攻める、落とす、前上げる、はいはい、こういう流れになってしまうと相手のね展開になってしまうんですね。こっちはレシーブしていきたいんですけど、やっぱりこう守ってる中でのレシーブなので、自分たちが攻めてるわけじゃなくて守ってる中でのレシーブなので、奥までしっかり返すことができなくて、もう攻め切られてしまいました。今流れ悪いですね。はい、ロングサーブ、これはラッキーでしたね。自分がロングサーブってあれ簡単に上げてしまうと、またねさっきと同じような展開になってしまうかもしれないんですけど、頑張って攻めて、したら相手がミスをしてくれたという、ちょっとラッキーな展開でした。はい、ここからまた追いついていきたいところです。攻める、落とす、上げる、今ねネットインになったのを丁寧に上げたつもりだったんですけど、ちょっとアウトしてしまいました。これで10-6、相手にちょっと流れが来てますね。落とす、はい、私のボンミスですね。なんか福井さんが一緒に行くのかなと思ったら行かなかったので、自分が慌てて行った時にミスをしてしまいました。ちょっとね11まではねあまりこういい流れで点数が取れてないので、ちょっと11からねまた巻き返しに行こうという話をして、2ゲ目の後半に入っていきます。流れは悪いんですけど今、慌てることなく、もう確実に自分たちのやるべきことをやっていこうっていう形でいつもやってるので、もう自分たちのやるべきことに徹するという流れでいきます。落とす、落とす、スマッシュ、スマッシュ、落とす、落とす、スマッシュ、落とす、落とす、頑張って打った、攻撃、攻撃、はい、そうなんです。スマッシュは決して速いわけじゃないんですけど、こう連続して攻撃するとやっぱりこうチャンスがね必ず出てくるんで、そこまで我慢して今展開しましたね。で相手がちょっと、低くなレシーブが低くなってきたところをカウンターして決めることができました。ここからね流れ作りたいと思っているところですが、私のサーブなんでねどこに行くかちょっと正直わからないです。はい、うまく入ることを、いつも祈りながら自分でサーブってます。ショートはラッキーでした。はい、トス、攻める。はい、ずっとストレートとか打ってたんでね、ちょっとクロスに打って相手の逆をついて今決まりました。はい、これで8-11、ここから追い上げていこうという流れのところです。
私のショートサーブが続きます。ロング、はい、とんでもなくアウトですね。はい、こういう時にしっかり入れなきゃいけないんですけど、サーブの練習ちょっといっぱいしなきゃいけないと反省しております。はい、相手がちょっと焦って低いクロスドライブを狙ったんですが、ネットにかかってミスになりました。これもラッキーです。はい、福井さんのサーブがここからスタートしていきます。はい、今ね、1球目はね、思ったところ行ったんですけど、2球目私のカス当たりだったんですね。あれがね、ちょっと相手の打ちにくいところに行ったので、相手がちょっとミスをしてくれました。ラッキーでした。はい、福井さんのサーブが続きます。クロス。はい、これもね、絶妙な高さを福井さんがね、こう、ロブで打ったので、相手がちょっとミスをしてしまいましたね。はい。ちょっとずつ相手に打ちにくいところを打つ。ね、簡単にこう打たせるんじゃなくて、打ちにくいところに上げるっていうのも鉄則ですね。これは福井さん前出てね、落としたかったんですけど、ちょっと当たらなかったですね。はい、でも13-11で逆転しました。これはラッキーでした。福井さんのサーブレシーブがネットインで決まりました。はい、でも私のサーブなのでどこに行くか分かりません。はい、ラッキー。今ね、たまたま綺麗にショートが入ったので、相手がちょっと思ったほど突っ込めなくて、ネット前甘くなったのを自分がプッシュして、もう一回プッシュして決めたっていう流れになります。ショートサーブさえ入れば点数に結びつくんですけど、入りました。落とす、上げる。これもミスなんですね。今のは福井さんと私がちょっとね、どっちが取るかで迷った感じだったんですけど、ちょっと焦りましたね。はい、沈める。今ね、決して速い球じゃないんですけど、ネットスレスレからしっかり沈む球を打ったので、相手がね、ちょっと、オーバーヘッドで打ちたかったところだったんですけど、ちょっと打ちづらいところに来て、点数になりました。はい、ちょっとこれ点数の確認をしてでプレー再開ということですね。はい、福井さんのサーブが続きます。今14オールです。ハーフから、はい、相手がね、今さっきからなんですけど、結構どっちが取るかっていうので少し迷い出してるんですね。で、それで今の迷ってきたところを、相手が前に逃げてきたところをしっかりプッシュして決めました。はい。ちょっと相手がね、迷ってる時っていうのはちょっとラッキーな展開になることが多いので、少しずつ勢いに乗っていきたいところですね。はい、福井さんのサーブ安定して沈んでます。攻める、落とす、攻撃。これもラッキーです。相手のね、肩口のちょっと下ですね、こう脇下あたりを狙ってスマッシュ打ちました。やっぱりこの攻撃力っていうのは決してねスマッシュ速いわけじゃないんですけど、連続してねいいコースを狙うっていうのは、できるので、我々2人でできるので、そうすると攻撃につながるチャンスが増えてきますね。
とす、攻撃、落とす。いや、これは相手のねショットがネットインしてきたんで、福井さん前でプッシュする準備してたんですけど、ちょっといい球が来すぎてプッシュ打てませんでした。まあしょうがないです。はい、気持ちを切り替えて、はい、いきます。はい、落とす、攻撃、クロスで、これもうまくクロスいいとこ行ったんで決まりました。はい、やっぱりね簡単に上げるよりもしっかり沈めて、球が遅くてもしっかり沈めて、連続攻撃につなげるのがダブルスのね基本的な、セオリーかなと思うので、それが今できた感じです。はい、ただ私のサーブなのでどこに飛んでいくか分かんないんですけど、しっかり打てるように、はい、もうちょっと緊張してますこの時。はい、サーブうまく入ってくれって感じですね。ロング、はい、つないだ。いや、これねドライブで打っちゃったんですけど、やっぱり相手のドライブの方が強いんで、自分がね下手にこうドライブ打ちに行くと、やっぱ相手の方がねこう強い球来て自分が間に合わなかったですね。だからやっぱ早く沈めて上げさせる展開にしたいところです。はい、今福井さんがねロングサーブに対してだいぶいいスマッシュ打ちました。あれは福井さんナイスショットですね。で今18-16とリードして福井さんのサーブ、ここで一気に点数を取っていきたいところです。いや、これもラッキーですね。相手がねやっぱ迷ってるんですよね。2ゲーム目結構相手迷ってるシーン多かったんで、今のも迷ってくれてミスをしてくれました。福井さんのサーブになると結構点数取りやすい場面多くなるので、やっぱ相手としてはちょっと焦りとか、早く決めたいっていう気持ちがね出てくるんで、それがタイミングがずれたりすることにつながってます。はい、ロングサーブ、スマッシュ、ドロップ、沈める、ドロップ、スマッシュ、でスマッシュなんですけど、福井さんミス、ちょっと本人相当悔しそうですけど、今ねいい流れでね攻撃してたんですが、ミスということで、これもしょうがないので、はい、気持ちを切り替えてまた次、しっかりサーブレシーブしようっていう風にしてます。プッシュ、沈める、はい、いやー、あれも簡単に捕まってしまうと、やっぱ相手のパワーがねあるので、強いプッシュとかドライブが来るので対応できませんでした。ちょっと今ね福井さんのコース読まれてしまいましたね。落とす、しっかり上げる、レシーブこっから前出てハーフ2、はいはい、福井さんとのローテーションがね今うまくいったパターンだと思います。今自分がねレシーブしてこう前に詰めて、ちょっと相手の難しい球をうまくハーフに落とせて攻撃につなげられたのが良かったですね。はい、これで20マッチポイントです。マッチポイントなんですが、私のサーブなんでどこに行くか分かんないです。はい、これをしっかり沈めていきたいところです。ショート落とす。これはねちょっと福井さんのローブが甘かったですね。前に落とすのかドライブで行きたいのか、ちょっと中途半端になってしまって相手に攻め込まれてしまいました。これで19-20です。はい、福井さんちょっとプッシュ打つよ、
スマッシュ打つよみたいなちょっとプレッシャー与えてました今。これ結構やる人いますね。はい、これチャンボだったんですけど、私がうまくタイミング合わなくてミスをしてしまいました。まあでもね、ここでね悔しがってもしょうがないので、もうすぐ気持ちを切り替えて次っていうふうに考えています。はい、今20オールで追いつかれました。はい、落とす、攻撃、私が攻撃。はい、これは福井さんの正面に球が来たんで、福井さんがねいいところにプッシュして決まりました。これで21-20、再びマッチポイントです。はい、福井さんのサーブで最後決めていきたいところですね。落とす、攻撃、これをスマッシュって決まりました。はい、これで、優勝することができました。ありがとうございました。はい、試合の方いかがでしたでしょうか。シニアでもね、頑張ればどうにか勝つ方法はあるんだということがね分かっていただければいいなと思います。で今回、この大会で優勝していただいたメダルがこちらになります。で、このメダルちょっとこれもうネタなんですけどだいぶレアものでこのようにですね、競技名がちょっとバドントンという風になってます。これは協会の方で、新しいものと交換していただけるということでね、ちょっとレアものになってしまったので、最初は皆さんびっくりしてたんですけど、こういうメダルをいただいたということで、これ一種の大会なので、全日本総合で優勝したりしてもこのメダルがもらえるということで本当に、ありがたいメダルをいただくことができました。それではまた試合動画、載せていきたいと思いますので、またよかったら参考にしてください。それではバイバイ。